DIY 教室ペンキ DIY の養生方法。今回は塗り面以外にペンキがつかないように養生する方法をご紹介します。こちらの道具を使って DIY します。マスキングテープは弱粘着の剥がせる紙製テープです。塗り面の外側へシワにならないように貼っていきます。角の部分は隙間が空きやすいので、テープをしっかり角に入れ込みながら一周貼っていきましょう。コンセントなどがある場合はカバーを外し、見えているところをマスキングテープで覆います。カバーで隠れる部分は養生なしでも大丈夫です。マスカーは布テープとビニールシートが一体になったもので、折りたたまれたビニールを広げて使います。家具などの養生にも使うことができます。先に貼ったマスキングテープが1センチほど見えるようにマスカーを重ねて貼っていきます。しっかり押さえながら貼っていきましょう。折りたたまれたビニールを広げてマスキングテープで端を留めておきます。残りも同じように貼っていきましょう。広げるときに強く引っ張るとマスカーが剥がれてしまいます。ビニールは優しく広げましょう。また床面にビニールシートを留める際はピンと張らずに少しゆとりを持たせましょう。ピンと張った状態では踏んだときにマスカーが取れてしまいます。さらに養生範囲を広げたい場合は養生用のビニールシートなどを使いましょう。ジョイントコークは壁紙の隙間埋めに使われる部材です。凹凸のある壁紙はマスキングテープの隙間からペンキが侵入しやすいので、ペンキの侵入を防ぎ仕上がりをきれいにする役割があります。ただしジョイントコークはマスキングテープを剥がしても下地に残るので、下地と同じ色のジョイントコークを選んでください。マスキングとの境目にジョイントコークを絞り出し、厚塗りにならないように指ですり込んでいきます。ジョイントコークを乾燥させたらペンキを塗っていきます。養生はペンキが完全に乾く前に外します。養生と一緒にペンキまで剥がれないようにあらかじめ境目に切れ目を入れておきます。天井側からマスカーを外していき、床側を最後に剥がします。内側に巻き込みながらマスカーを剥がしていくと、ペンキで汚すことなく片付けることができます。コンセントのマスキングテープを剥がし、カバーを戻せば完了です。